こんちは。ソロ狩猟笛バフ検証企画、始めてまいります。内容は至ってシンプルでございます。ソロで狩猟笛の戦慄効果受けてやろうって話ですね。これ、以前からちょくちょくコメントされててね。我々は、ギルクエ保管用として複数データ持ってるんだが、一人で2台の 3DS を操るわけなんで、片方に笛持たせたらどうか、って言われてたのよね。正直、我々的にはかなり懐疑的ではありました。もちろん戦慄効果が大きいのは理解してますが、片手で操作しつつ、なんてのは無理なので、そもそも維持できませんからね。演奏はモンスターのいないタイミングになるね。つまり開幕や移動時のみだ。笛役が同エリアにいるとヘイト分散するし、クエ中常にバフを受けることはできない。ただまあ、攻撃アップあたりは上昇率も大きいので、数分の効果でもタイムに響く可能性があります。ともかくやってみましょう。百聞は一見にしかず。だな、有用性高ければ作業用に使える。バッチリ試していこう。早速ローカル通信状態からスタート。右上に映ってるキャラがセカンドデータね。チャンネル名がサブキャラってのも変ですが、概説後に作ったキャラだからこうなってます。こちらにはマスターバグパイプを持たせました。戦慄はこんな感じ。つっても、吹くのは攻撃台だけだ。重ねることで攻撃力が 1.2 倍になる。倍率 20% アップは上昇率としてはかなり大きい。感心率なら 80% に相当するぞ。笛吹き名人ありで効果時間は120秒だそうです。短いけど短すぎないような感覚でしょうか。それではまず、笛バフありでラージャン単体に行きましょう。このクエはやり慣れてるので。装備は火力盛りで、武器は1728の水を持ってきた。攻撃属性ならダメージ一定だからね。このクエはうまくいけば8分台で終わる。いつもは爆破を使ってるから同条件ではないが。極限中は属性意味ないですからね。そこまで変わらないでしょう。開始したら素早くサブの 3DS を操作していきます。広告だったら意味ありません。X で攻撃台だ。重ね掛け中は操作が楽だから、片腕でメインキャラ動かす。一人で2台操作すると昔を思い出すぜ。ポケモンでも似たようなことやってたからな。闇深い過去は置いといてステータスチェック。攻撃力は2232、なんと倍率465です。ここにさらに挑戦者にも乗りますので、単発火力がとんでもないことに。この数値見るのは初めてではないけどな。奈良にもたまに笛使いがいたから。ただ、このソロ環境で再現してるのは熱いね。さすがに誤差の範囲では済まなさそうだ。ちなみに、攻撃力アップには戦慄章が存在しますが、実はこっちとちょっと迷いました。章は 1.15 倍止まりですが効果時間が30秒長く、延長できないならこっちのが良かったかも。これ編集中に知るっていうね。不勉強すぎてすまぬ。攻撃章なら防御章と同時発動させられるし、安定度を取るならこっちのが良さそうだね。攻防の戦慄といえば赤無笛のイメージですね。スタミナ減少無効も吹けて便利。マルチなら攻撃アップ戦率は必須でしたが、笛引きなど見るとソロはそうでもないみたいですね。やはり演奏時間に見合うのかが議論されてるみたい。カリピストですら怪しいのか。さて、難なく1回目は解除できた。問題はここからのダウン度合いだな。ダメさんを2回当てればひるみます。これはバフありでも無視でも変わりません。効いてくるのは単発の抜刀と純粋なダメージでしょう。これらが噛み合えばタイムに影響するはず。結局、ダウンの確定数が変わらないとね。わざわざサブデータと通信する手間が欲しいな。ローカルでも若干ゲームが重くなるし、その辺もこの企画に腰が重かった理由なんだよな。別にクリアに困ってるわけではないですからね。やろうと思えばどのクエもソロで回れちゃいます。今回は検証用にブレにくいラージャンを選んでますが、有効性が確かめられたら難しいクエに使いたいです。軽い相手と重い相手がいるからね。強いやつならステータスバフあると助かるかもな。ラージャンもブレにくいとはいえ、個体の良し悪しはあるけどね。テンプシー乱発とかされると困りますね。極限中に繰り返されるとクッソロスになります。今回はまあまあいい個体なんじゃないでしょうか。まだエリア1なので油断はできませんが。この辺よく転がってるが、これは立ち回りによるもの。昼道とタイミング次第でこうなるね。というか、今でだいたい2分くらい経過したから、もう戦慄効果は切れてるかな。現時点で体感できる違いはありませんね。ひるみが多くなるような感覚もないです。企画始めるまでは重ね掛けで時間も伸びると思っており、いざ調べてちょっとがっかりしました。効果の残り時間が回復するだけみたいだな。攻撃台なら90秒回復だ。延長してたら3分半も持つことになる。1.2 倍でそれはちょっと強すぎるかもな。パーティー全体にも効果及びますからね。2分あるだけマシか。さあ、5分ちょいが経過しました。ここでエリア移動が来ます。メインキャラで砥石使う間に急いでサブキャラをインだ。
土井指定速化と謎のシナジーを発揮してる。ただ、極限の解除時間を食うのがかなり気になる。待機時間は15秒程度だが。解除2回目になると2分中の15秒ですからね。極限は1分1秒が惜しいです。ということで再び 1.2 倍のバフを受けまして、攻撃力は2200台に突入。攻撃力2000ってダミー武器を思い出すわ。当時課金武器買って騒がれたっけ？ああ、レルエグジルですか。ありましたね、そんなの。結局、改造あぶり出しのデータでしたけど、少しだけあるかもと思ったりしました。4K の DLC に e ショップのメニューがあってな、有料コンテンツありかって言われてたよね。当時は有料の可能性だけでかなり叩かれてたけど、なんというか時代は変わったな。スキンだのジェスチャーだの、無料のコンテンツしかなかったですしね。当時はソシャゲが台頭してたので、それを嫌うコンシューマ勢も多かったのでしょう。つうか、有料でも攻撃力2000はあかんけどな。生産はおろか、全発掘武器が過去のものになる。ま、実戦での影響は未知数だけどね。BS の方がはるかに重要だし。攻撃力で押せるものではないですしね。最後に頼れるのは己の腕のみ。で、そうこうしてたらこのクエも終わりが近いです。そろそろ8分経ちますかね。ラーセンの手応えとしてはまあまあいい感じ。普段なら8分台出てるかもなくらいか。体験でやるたびにやっぱ体験強えなって思うわ。他の武器と手軽さが違いすぎる。まさに 4G の主人公武器といった感じです。これでラーと相性いいのが最高。おお、ここで終わりましたね。タイムはおお、8分12秒だって。しっかり速くなってら。ダメージの方にちゃんとバフが効いてるね。これはいいぞ。効果は2分を2セットなので、ちょうど狩猟時間の半分くらいバフがかかりましたか。全体に鳴らすと 10% くらい上乗せされてる感じ。そう考えると強いですね。じゃとりあえず報酬だけ見て、次はバフ入れずにやってみようかな。レア8か。しれっとレア10出たらおもろいんだが。それだと企画変わって動画作りづらいですよ。ともかく次行きましょう。メインキャラだけ同条件で出発します。変に攻めたプレイとかはしませんので。良くも悪くも火力が上がるだけだからね。根本は何も変わらないぞ。最初の2回まで石1個で解除できるのと、ダミ2発で腕ダウンなのも一緒だね。極限解除はモーションチーゾンなので置いといて、ダウンの必要数が変化したらよかったんですがね。とはいえ、ため一発でダウンしたら強すぎるからな。本来ひるみ耐性かなり高いからね。よし、どうやら今回も初動は当たり答えっぽい。このテイクは参考になりそうだ。タイムはいろんな要素でブレていきます。一番は個体運でしょうかね。とりあえずこのまま通してみましょう。わかりやすい差は生まれるか。ズバッと飛んで見える雨だ。多分今で8分ちょうどくらいかな。笛バフありならもうすぐ終わってたくらい。まだ終わりではなさそうかな。さすがに元の装備が強いのもあって、体感できる差は感じていません。単発の抜刀でもダウンするときはするし、なんかこのまま終わっちゃいそうでドキドキします。バフ効果を実感したいやらしたくないやら、ちょっと心境としては複雑だな。上が正解なのもそれはそれで寂しい。なかなか難しいところです。おや、ここで足を引きずりましたか。決めきれなかったの痛いですね。ラー単体だと瀕死体力は626か。タメさんがあと1回だけでは足りないな。取り逃がしたところで8分40秒経っていた。やっぱりバフは有効に働いてるね。ここでバチッと終わらなかったのが悔やまれます。我々のスキルが足りませんでした。その後は迷ったりしてかなり下りました。9分47秒で討伐完了。参考タイム9分と思っていいか。過去にも似たようなタイム出たことあるからね。比較すると48秒差。なんとも言い難いこの感じ。ソロでも笛バフが有効なのは間違いありませんね。個体差以上に体力を削るスピードは上がります。ただ、毎回サブキャラ起動して通信するほどでは、そこまでの必要性は感じませんね。クリア自体難しいならまだしもね。さっき言った通りで、これまでも安定はしてるし。やっぱプレイしてて分かりやすい差が欲しいよな。ダウン回数が明らかに増える、とかさ。ダウンが重要な相手といえば、もう一体くらいやってみてもいいかも。よーし、じゃあ次の相手行くぜ。サポ用の笛はこれも考慮して選んでた。狩猟用の装備は真打ちブラミラ。お相手は137のクシャルガオラですね。こちらは136のものを以前動画でやりました。そちらとの比較をしていこうと思います。ブラミラは会心のブレもないから分かりやすいね。あとはプレイヤー次第だ。で、クシャルといえば頭ダウンを取り続けるモンス。攻撃力アップの恩恵を受けやすいはずさ。今回は風圧完全無効も吹きます。この旋律だけでは流風圧は防げないのですが、4G は風圧外無効と SA を組み合わせることで、流風圧まで無効化が可能になってます。対クシャルだとこれは結構影響大きいかも。
狩猟中に竜風圧を食らうことはあまりないが、一番でかいのは開幕のため3が確定することだ。これ、風圧外から切るの結構難しいのよ。最初の頭ひるみが一番取りづらいですからね。これが安定するだけでも大きいと思います。ちょっと心配なのが火力アップによる弊害。クシャルが頭ダウンに強うため、強なぎが入るんですが。その2発でひるみ地に到達しないか、とね。さすがに大丈夫だとは思うんだけど。おっと、もう最初のひるみ入ったか。これはもしや戦慄がかなり効いてるか。強ためのクソ外しは置いといて、ダメさんから抜刀2回でダウンでしたね。136の映像を見ると、抜刀、ダメ1、ダメ3で取ってました。ダメ1の分、少し影響してる可能性あります。そう考えるとあんまり大きな差はないかもな。戦慄なしでもダウンに苦労するわけじゃないし。バフなしでもダウン中のコンボがちゃんと入れば、その後は抜刀一発で再ダウンしてたからね。これはもうブラミラの強さですね。真打ち弱徳だけで足りちゃってます。企画やる前から薄々感じてはいましたが、笛バフに周回を一変させる劇的な変化はございません。肝心の火力面でこれじゃあねえ。所詮は2分間だけだしな。ただ、それでもクシャルは比較的有効な部類。開幕風圧に縛られないのは大きなメリットだ。その他考えられる活用は大切で霧の足対策など、異常の無効化系は重宝しそうですね。これ系統は効果時間も4分と長いのも魅力的。風圧無効も4分持つようですよ。4分あれば1エリアの7、8割は続くよね。なんならキャンプに戻ってかけ直してもいい。挑戦したいモンスがいるけど周回厳しいって時は、真面目に取り入れてもいいかもしれんな。ネックとしては物理的なコストの高さでしょうかね。3DS と 4G がもう1セット必要です。過去に初期型、ニューを買い替えたような人はまだしも、これから新たに 3DS を揃えるのは結構厳しいです。なんかこの1年でさらに悪化したよね。海外の方で需要が高まったんだっけ。去年の初め頃は新品が5万弱であったんだけど、もう新品は在庫自体がネットから消えてるね。かろうじて状態の良い中古品が4万弱で買えるくらい、我々も1台確保してますが、動画用の道具になる特殊な環境なので、これを参考にしろってのも酷ですよね。我々の 3DS はニューが3台とノーマルが2台かな。全部 LL だ。5台持ってるけど全然安心できないよ。市場の状態がこれじゃあな。携帯ゲーム機ってのがどうしてもね、大事に扱うしかありませんね。で、肝心のクシャル戦はくっそ下りました。戦慄動向ではございません。追撃を外すは重ねも下手だわでひどい出来だったよ。それでもクシャルは難しくないが。検証したいのは立ち回りへの影響だからね。同条件ならタイムが縮むことはさっき確認済みだ。ラージャンと同じく立ち回りへの影響はなし、風圧無効で開幕の4分だけ安定度が増します。結局は PS 次第ということですね。戦慄効果も確かにあることはあるんですが。エリチェン運で30秒変わるようなゲームだしね。何十回もやって計測しないと実感できないと思う。検証自体は意味があったと思うよ。気になってたのは事実だし。我々的には作業でも使うことはなさそう。うまい使い方あればぜひ教えてほしいですね。そういえば初期位置が休眠位置の場合、笛用キャラが邪魔になるので注意です。発見されてモンスの就寝が遅くなったりするんだよな。この辺の管理も少し煩わしいところだ。ちなみにその後、キリンラーでも試してみた。こっちも立ち回りの変化はなかったが。ダメージの向上は結構わかりやすく感じられました。特に対ラージャンで効いてますね。ラージャンは慣れもありますが、もともとブレにくいモンスなのかなと思います。レンク C くらいしか露骨な時間稼ぎないもんね。火力の上昇がタイムに直結してる感がある。こっちはクリアタイム11分55秒だった。キリン5分、ラー6分半くらいかな。バフなしのベストタイムに近いものが出ています。ラー戦の調子良かったですが早いですね。なんか、もっと上手い使い方ありそうですが、特に思いつかずもどかしいところです。とりあえず、ただ攻撃台を吹くだけでは、そこまで価値がない戦法だね。演奏を随時重ねるわけにもいかんしな。ヘイト分散したら普通にロスだし。何より2台同時操作は無理ゲーですよ。別作品でやってる方見たことありますけど。ただ、そんな技術を身につける暇があったら、BS を磨いた方が建設的と思っちゃいます。そうだよな。ローカルの用意結構面倒だし。ということでその笛バフの検証は、結果微妙という、なんとも言えないのが結論かな。火力向上は間違いなく効いています。一部モンスには保護系の戦慄も有効でしょう。ただ、劇的なタイム短縮にはなりません。そうなると時間制限と手間がネックです。ギルクエ周回になれない人は、環境が許せば試すといい、くらいかな。つまりまず PS を上げろってこった。わかりやすくていいね。一つ方向性がはっきりしてよかったですね。注力すべきところに力を入れていきましょう。ほいじゃ、次の動画で。
またね。